こんにちは、アゴヒゲバイクチャンネルです。今日はですね、車載工具についてお話ししたいと思います。この動画をご覧になっているということは、皆さんは車載工具って何使ったらいいかわかんないなっていう人か、はたまた工具めちゃくちゃ大好きっていう人か、もしくは私のことが大好きっていう人か。車載工具に関しては必要不要もそうなんですけど、人によっているものって変わってくると思うんですよね。今日は私の車載工具を紹介するんですけど、あくまでそれは一例として捉えていただいて、自分に本当に必要な工具が何かっていうね、工具を選ぶ時の参考にしていただければいいかなと思ってます。で、私もともとはね、工具いらない派だったんですよ。別になくてもいいかなとか思ってたんですけど、前のバイクでね、レベル250でちょっとツーリングしてた時にね、ある出来事があって、それをきっかけで工具を持つようになったんですけど、ちなみにね、ボンネウル T120 はね、車載工具はね、ヘキサレンチ1本だけなんですよ。200万もする車両がさ、工具1本だけってね、もうね、いや、もしかしたら車載工具なんか必要ないですよっていう、保証なんかしませんよっていうトライアンフの自信の表れなのかもしれないですけど、今回この動画ではその車載道具を選ぶポイントというか、基準ですね。あとは実際に私が使っている工具をご紹介していきたいなと思います。今日紹介する工具は全て概要欄にリンクを貼ってあるので、気になる工具があったら、そちらからチェックしてみてください。いよいよ季節も良くなって、ツーリングシーズンに突入していきますけど、ツーリングに向けて工具選びの参考にしていただければいいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。まずそもそも車載工具って必要なのかっていうところなんですけど、私は冒頭で述べた通り必要派で、レベル乗ってて何があったかっていうと、以前動画にも上げてるんですけど、高速乗っててその振動が激しすぎてね、ナンバープレートのボルトがね外れちゃったんですよね。で、片側もうペロンってなってしまって、ナンバー外れたのに当然走ることができないので、ただその時はたまたま運よく目的地がねバイク用品店だったので、そこでボルトと工具を買って対応できたんですけど、それをきっかけにね、いくら新車でバイク買って壊れにくいからとは言っても、バイク本体の不具合じゃなくてもそうやって走れなくなることがあるので、せめてネジ締めぐらいはできるようにしとこうかなと思って工具を持つようにしました。ただ家で使ってる工具一式ね、そのまま持ち歩くわけにもいかないので、私ただでさえその元ブログの機材とかでね荷物が多いので、工具はねできるだけコンパクトにしたいなと思って、その車載工具を選ぶ時の基準というかね、ポイントとしては自分でどこまで対処したいかですね。これね結構重要なポイントだと思うんですけど、それによって持ち歩く工具、必要な工具ってだいぶ変わってくると思うんですよ。車載工具いらねえっていう人はもう何かあったらすぐレッカー呼ぶっていう人だと思うんですけど、ボルトの一つぐらいはね締められるようにちょっと工具持ちたいなのか、それともねパンク対応できるぐらいにはしときたいよねっていうのか、立ちこけしたらブレーキレバーの替えも必要だよねとかね、どこまで対応するかで、持ち歩く備品関係もだいぶ変わってきますよね。なので、工具選ぶポイントはもうそこに尽きるかなと思います。自分でどこまで対応したいかですかね。私の場合はその装飾品というか、カスタムいろいろしてるので、そこぐらいは自分で対応できるようにしたいよねっていうのと、あとは簡単なネジ締め、ボルト緩んでたら締めたりとかね、それぐらいの対応できるようにしたいなっていう基準で選んでます。どこにツーリング行くかとか、どういう乗り方をするかでねまた変わってくると思うので、超ロングツーリングに行くっていうんだったらもうちょっと持っていくものは増えるかもしれないですけど、では実際使っている工具を、一式紹介していきたいと思うんですけど、大まかに分けて、ヘキサレンチ、レンチスパナーですね。ちなみにレンチはアメリカ英語で、スパナーはイギリス英語らしいですね。あとはソケットレンチとラチェット、あとビット類ですかね。あとプラスドライバーとその他になってます。でそれぞれもうちょっと細かく、見ていきたいと思うんですけど、ヘキサレンチに関してはトラスコのレンチセットを使ってます。ただこれそのまま持ち歩くんじゃなくて、よく使う 4mm、5mm、6mm、その3本だけ抜いて持ち歩いてます。で 3mm とか 8mm もボンネビルでは使われてはいるんですけど、圧倒的に今挙げた456がね、使用頻度が高いので、
それだけですね、基本持ち歩いているのは。よくあるコンパクトになるタイプで何本も入ってるタイプあるんですけど、あれ私はちょっと使ってなくて、全然使わないサイズのものが入ってるっていうのと、あとね、いちいち開くのちょっとめんどくさいんですよね。コンパクトさでいくと今のスタイルの方が全然いいので、今はそういう感じでやってます。ヘクサレンチね、結構高いのもありますけど、トラスコのやつはそこまで値段もしなかったし、評価の内容も悪くないのでいいんじゃないかなと思います。次はレンチ関係ですね。レンチは全部で今3つ持ち歩いてて、メガネレンチが2種類とコンビネーションレンチが1つですね。でメガネレンチのサイズは、10mm、12mm が1つと、あと 8mm、10mm ですね。これはねミニサイズのものを使ってます。であとコンビネーションレンチは、13mm のものですね。10mm、12mm は、汎用的に使えるものなので、どこということに限らず、ボンネビューではこれ使ってますね。最初の頃はね、メガネレンチの 12mm、14mm 思ってたんですけど、14mm ってね、よく考えたらこのエンジン周りの部品ぐらいにしか使われてなくて、とりあえず手当たり次第にサイズ調べて、必要そうなやつ買ったんですけど、ほぼ使わないですね。なのでこの 10mm、12mm のメガネレンチに落ち着いてます。で実はね、レンチ使う場所ってね、ボンネビルだとあんまりなくて、このヘッドライトの取り付けとか、あとはナンバープレートぐらいですかね。メガネレンチ、ミニサイズのメガネレンチ 8mm、10mm、あんまり力かけることないので 8mm、10mm ぐらいだと意外とね取り回しが良くて、重宝してますね。であとね、コンビネーションレンチ、これはなんだっけ、フォグランプのブラケットに取り付ける用のボルトなんですよ。もうこれ専用で、だからね、フォグランプないとするともうちょっと工具はね少なくできるんですけどね。レンチ関係は全部トネのものを使ってます。前はねなんか10本セットとかそういうものを使ってたんですけど、ちょっとバリがあったりしてね、あんまり使いたくないなってなったので、必要なサイズのものだけ揃えるようにしてますね。続いてソケットレンチ、ラチェットですけど、これも同じくトネのものですね。でラチェットに関しては、基本的に作業効率上げるために、導入してて、あんまり強い力でね締めたりっていうのは想定してないので、軸は 6.35mm、6.3mm のものを使ってます。でソケットレンチはね 12mm ですね。これはねサイドバックのステーを締めるのに使ってて、ここはさすがにレンチだと入らないので、あとは、ビット関係で 5mm のヘキサレンチを使ってます。このブラケットのところですね、これねネジがねやったら長いので、ちょっとラチェットじゃないとやってらんなくて効率よく作業したいので、ラチェットを使ってますね。であとビットはもう1個あって、プラスドライバーですね。ボンネビルってプラスのネジってねほとんどないんですよ。パッと見てこのブレーキフルードぐらい、基本的にヘキサレンチで対応できるので、ドライバーもビットでいいかなと思ってこうしてますね。であと今ね試験的にちょっと入れてるのは、ドライバー型のハンドルですね。ドライバーなんかはねこっちの方が操作しやすいかなと思ったので、ほぼ使う機会ないんですけど、とりあえず入ってますね。でエクステンションバーにもなるので、そのうち使い勝手を見ながら入れ替えていこうかなと思ってます。でこの辺はもう全部トネのものですね。トネのものでね揃えてるっていうか揃ったというか。であとその他に関しては結束バンドと、マスキングテープです。テープですね。この辺もねまだ使う機会ないので、日の目を見るかわからないんですけど、物を固定したりねするのに使えるかなと思って長さ違いで数本ずつ入れてますね。これらの工具はトラスコのケースに入れて運んでます。これロールタイプのバッグですね。ちょっとねかさばるんですけど、バッと開いてどこに何があるかっていうのはね一目瞭然なので、結構ね使い勝手はいいんですよね。ソケットレンチとかビットはこの小銭入れに入れてポッとね入るようになってるので、ポケットもサイズが違ってて使いやすくていいんですよね。基本的にはこのセットで持ち歩くんですけど、ただカバンちっちゃいやつでねツーリングするときとか、あとは試乗するときですかね、さすがにこのフルセット持っていくのもアホらしいので、試乗するときはこのヘキサレンチ3本と、あとはドライバー型のハンドルにビットセットですね。ビットセットとミニサイズのメガネレンチ、これだけあればね大体のことは対応できるので、これをちっちゃい小物入れですかね。私使ってるのはこのキャンベットのケースというかね、ポーチになりますけど、これにガバッと入れるともうこんなコンパクトになりますね。ボンネビル T120 は特にカスタムしてなければ必要な工具ってねだいぶ少ないですね。
本当にヘキサインチだけでもどうにかなる感じ。あと10ミリ12ミリか8ミリ10ミリのメガネレンチさえあれば、その辺のねツーリング行くぐらいだったらそれでコツ足りるかなって感じですね。はい、というわけで、工具、私使ってる車載工具一式ご紹介しました。でね、なんか足りねえなと思ってるのは、そのつまむ関係ですかね、つかむ関係というか、プライヤーとかラジオペンチなんか持ってないんですけど、ただね、今んとこその使い道があんまり思い浮かばないので、必要になったら追加しようかなと思ってます。冒頭でも述べましたけど、必要な工具って人それぞれなので、あくまで一例として捉えていただいて、工具選びの参考にしていただければいいかなと思います。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。また今後もこういった商品のレビューだったり、あとは試乗動画も出していくので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。てててれれれれれれんてんてんてん。